旅行に行こうと決めた日から気づいたら何度も旅先の情報を調べてる。このカフェ行ってみたい。拠点はこのホテルがいいかな。この街こんな歴史があるんだ。YouTube で旅先の動画を見たり、Google でレビューとにらめっこしたり、書店によって本を買ったり、まだ旅に行っていないのに頭の中ではもう旅が始まっている。もしこれに心当たりがあるなら、今日はそんなあなたのお話。実は旅行前にたくさん調べる人にはすごい特徴があるんです。どうも、旅する起業家のるきです。今回は人気の旅行シリーズから旅行前にたくさん調べる人にフォーカスを当ててすごい特徴を見ていきます。自分の中では当たり前の行動でもいろんな観点で言語化してみると自分ってこんなことを自然にやってたんだと気づくことがあります。この動画を見終わる頃には今より少し自分を誇れるかもしれません。旅行前にたくさん調べる人のすごい特徴7選。1、旅を時間軸で拡張できる。旅行前にたくさん調べる人って実は同じ旅行でも楽しんでいる時間が長い人です。普通の旅行は旅行に行ってから始まるイベントですよね。でも事前に調べる人は違います。旅行のことを調べている段階から頭の中で想像しながら旅をしています。実はこれ脳科学でも説明されています。人間は未来の楽しい出来事を想像するだけでもドーパミンという快楽物質やセロトニンという幸せホルモンが出ると言われています。想像している時点で脳は疑似的な旅を体験し幸福を感じているんです。心理学の世界においても期待の幸福という概念があり、これは将来に対する前向きな予測や希望が現在の心に喜びや高揚感をもたらす心理状態を指します。ただし過度な期待は現実とのギャップによる失望を招くため、安定した幸福には期待を調整することは必要だそうです。旅行前に調べる人は旅行に行ってからだけじゃなく、時間軸を旅行に行く前と実際に行ってから、そして行った後に振り返って次の旅に生かすという一つの旅行を拡張している人なんです。前回の動画のコメントでも多かったのが、旅に行く前の計画段階からワクワクしているという声がたくさんありました。調べながら旅の楽しみを前後にうまく広げている人なんです。2、感動の解像度が高い。同じ場所に行っても人によって感じる情報量が違います。例えば何も知らずに見る寺と、この寺は800年前に建てられて当時の文化を象徴する建物と知ってから見る寺では見え方が変わりますよね。視覚的な情報メインの建物ではなく、歴史、文化、物語を重ねて見れる。体験を立体的にできるんです。脳科学でもトップダウン処理という過去の知識、経験、文脈、期待などの先行情報に基づいて入力された知覚やデータを概念的、全体的に解釈する情報処理方式があります。全体像から細部へアプローチするので、曖昧な状況や迅速な判断が求められるシーンで有効だと言われています。そしてもう一つポイントがあって、現地でその都度調べる作戦もありますが、旅行中にスマホで調べていると注意力がスマホに取られてしまいます。人間の注意力には限界があると言われています。なので事前にある程度の情報を入れておくとスマホを見る時間が減り、現地での空気や街の音、雰囲気、自分の感動に集中できるんです。僕はベトナムのハノイに行った時にバインミーというベトナムで有名な料理を食べました。そのバインミーはフランスパンにベトナム独自の具材を挟んだ料理で、なぜフランスパンなのかは19世紀にフランスの植民地時代に伝わったという背景があり、そこから今もなお世界中の観光客や地元の人に愛されているグルメになっています。ただバインミーを食べて美味しいだけじゃなく、このような背景を知ることでその土地の文化に触れて感動が増すことは自分の旅でも実感しました。3、選択の精度が高い。旅行って意外と選択の連続ですよね。どのホテルに泊まるか、どの店に行くか、どの観光地に行くか、事前に調べる人は他の人の体験を先にインプットしています。例えば、ホテル選びは旅の満足度を大きく左右するかなり肝心な選択ポイントです。写真では綺麗に見えても、実際は壁が薄かったり、お湯が出なかったり、夜でも外の音がうるさいなど、仮に部屋が道路に面してて、夜でも騒音がうるさいホテルに当たると、散策で疲れて帰ってきたのに、休まらないという現実に直面します。スタッフの方が愛想悪かったら、せっかくの旅行で嫌な気分にもなりますよね。それからホテルを変えるにしても、新たなホテル代もかかるし、検索の時間も必要です。こういう情報ってレビューを見ないとわからないですよね。事前にリサーチをしている人は、他の人の失敗や成功を先に学んで、自分の失敗を回避しています。心理学では、人は他人の行動や評価を判断材料にする傾向があり、これを社会的証明と言います。
なので、同じ旅行でも満足度の高い選択を引き当てやすい。ただ、あえて何も調べずに、その場の気分で決めることも旅の醍醐味であり、大切なことだとも思います。旅の正解は人それぞれに違っていいですよね。僕はちなみに音に敏感なのと潔癖も少しあるので、ホテルに関しては事前リサーチをかなりするタイプです。ホテルのサイトの評価と Google マップの評価のどちらも見て、低評価の人の意見も見て、問題ないか吟味して決めるようにしてます。星の数や口コミ数はうまくマーケティングしているホテルもあるので、低評価と高評価の人の口コミを見比べてリアルな声で判断してます。4、時間を効率化できる。旅行って実は時間をどう扱うかで印象がガラッと変わります。実際に現地に滞在できるのは2、3日で、あとは移動とかザラにありますよね。そんな限られた時間を有効活用するためには、事前のリサーチが効いてきます。行ってみたら、お目当ての店が定休日だった。行列で1時間並ぶことになって、事前に予約しておけばよかった。バスよりも電車の方が早かった。こういう経験、一度はありませんか？僕はバンコクに初めて行った時に、テンション上がってトゥクトゥクに乗ったんですけど、渋滞がすごくて全然目的地に着かなくて、売宅を選んでおけばと思ったことがあります。バンコクでの移動の効率は、時間を優先するなら、トゥクトゥクや車よりもバイクか電車という事前情報があれば、その日にもっといろんな場所を回れたんですよね。事前に調べる人は、営業時間、混雑する時間、最適な移動手段やルートなどを把握しているので、無駄な時間のロスを減らせます。ロスする時間が少ない分、体験に使える時間を増やせるんです。時間の使い方で同じ旅行でも満足度は大きく変わります。5、計画から実行力がある。旅行って実は一つの小さなプロジェクトを自分で設計してるんですよね。ワクワクしながら計画して実行する。これは意外と日常生活でやっている人は少ないです。綿密な計画を立てるほど、その計画を実現する難易度も上がる。事前に調べて旅に出る人は、この計画から実行を旅行を通して自然にできている人なんです。自ら計画して実行が身につくと旅行以外にも活かせます。自分の副業への挑戦や転職、起業、サービスの展開、ダイエットなど様々な展開に応用できます。ただしここで一つ注意点があります。張り切って計画を立てすぎると逆に疲れてしまうことがあります。息抜きで旅行に来てるのに計画を遂行しないといけないと意気込んだ結果どっと疲れる旅になったりもありますよね。なので計画する日と何も決めないノープランの日をうまく分けれるとそこまで疲れずに行きたいとこには行ける。旅の満足度を上げることができます。6、好奇心と慎重さのバランスがいい。慎重すぎる人は失敗したくない。知らない場所は怖い。こういう心理からそもそも旅に頻繁には出ません。逆に好奇心が強すぎて勢いがメインだと失敗体験のリスクも上がります。でも事前に調べる人は違います。新しい場所に行きたい。新しい景色を見たいという好奇心がありながら、その体験をよりいいものにするために調べて準備する慎重さも合わせ持っている人。このバランスが絶妙なんですよね。この攻めと守りのバランスも人生において非常に大事です。慎重すぎても挑戦できなくなるし、好奇心が強すぎて攻めすぎると思いがけない問題にぶつかることもあります。好奇心もありつつ、慎重さがバランスよくあると挑戦をできて、リスク回避もうまくできるので失敗しにくい人になります。7、リサーチ力が高い。今の時代は情報がとても多いですよね。Google、YouTube、ホテルサイト、記事、口コミ、SNS。その中からどこに行くか、どこに泊まるか、何を食べるか、自分に合う情報を探す必要があります。たくさん調べる人は、情報を集めて、その中から必要な情報を整理して、判断する力を自然に培っています。このリサーチ力は人生においてもかなり重要です。僕思うんですけど、人生がうまくいくかどうかって結局のところ大事なことを知っているかどうかだと思うんです。稼ぎ方を知ってるか、節税の仕方を知ってるか、チャンスの見極め方を知ってるか、トレンドを知ってるか、旅の魅力を知ってるか、自分の幸せが何かを知ってるか、自分の可能性を知ってるか、このような大事なことを知ってるかどうかで行動も思考も人生も全て変わります。リサーチ力がある人は情報を精査できて有益な情報にたどり着ける人でもあります。今この動画を見ているあなたも世の中には3日後には覚えていないようなただ時間を消費するだけの情報がたくさんある中で自分の理解を深めたいと今見てくれていると思います。このリサーチする力と情報の価値を見極める力はかなり重要で、旅行前にたくさん調べる人は
この力をワクワクしながらも自然と訓練できています。まとめ、今回は旅行前にたくさん調べる人のすごい特徴7選を見てきました。旅行の時間を前後に広げて楽しめる。感動の解像度が高い。選択の精度が高い。時間を効率よく使える。計画して実行できる。好奇心と慎重さのバランスがいい。そしてリサーチ力も高い。自分の中ではただ旅行前に調べているだけと思っていた行動も、こうして様々な観点で見てみると意外とたくさんの能力を使っていて同時に身につけています。あなたが当たり前にしている旅行前に調べる行為は旅をより深く楽しめる才能であり、人生にとって大事な能力を伸ばしているかもしれません。ただし事前に調べている人が正解というわけではなく、あえて事前に調べないで偶然の発見や出会い、トラブルも含め楽しめる人もいます。旅の正解やスタイルは人それぞれなので、自分にとって納得のいく旅をデザインすることがいいのかなと思います。ちなみに僕は行き先とホテルや飛行機はある程度は決めて、旅系の YouTube 動画を見ながら予習して、行きたい店や観光スポットを Google マップでお気に入り登録して現地を訪れて回ります。1日の細かいスケジュールはそこまで立てずに、今日はこことここは行こうみたいなタイプです。皆さんの旅のスタイルやこだわり、ここ良かったよなどあれば、ぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。このチャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたはさらに自己理解を深められるすごい人です。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。